はい、皆様こんにちは、モーセ姫です。皆様お元気でしょうか。お久しぶりです。今日は2月の流れを見ていきたいと思います。私は1月1日よりもこの2月の節分の後の流れの方が、いわゆる1年の切り替わりというのをとても感じることができます。なので今日は、新たな意味の新しい1年の2月見ていきたいと思います。2月からは少しずつまた YouTube の頻度を上げていきたいと思っているんですけれども、今のところ1月ぐらいまではウィークリーもお休みをする予定です。そして個人鑑定の方も1月ぐらいまで、今のところお休みをいただく予定です。さあ、じゃあ今日は2月の流れ見ていきましょう。今のあなたの現状、そして2月の流れがどうなっていくのか見ていきます。はい、今日は3択で見ていきます。左から1番の方、真ん中2番の方、そして一番右の方3番の方、こちらの上のカードから選んでいただいてもいいですし、こちらに出しているカードからピンとくるのを選んでいただいても大丈夫です。はい、じゃあ1番の方、輝き出す才能。はい、これが1番の方。2番の方、ここに愛がある。ちょっとぼやけてますね、すみません。ここに愛がある。はい、そして3番の方、純粋な思い。はい、それでは今日も、失礼しました。タロットとルノルマンカード、そしてオラクルカードで見ていきます。はい、それでは1番の方。はい、1番の方見ていきたいと思います。今のあなたの現状はまずどういう感じなのか。こちらルノルマンカード4枚出しています。開いていきます。はい、出たカードが庭、フォックス、ユリ、はい、そしてリンクが出ています。はい、ですね、1番の方、最近出会いがあったりとか、お二人の恋が進展、していっているように見えます。これは会社の中の出会いとか、社内恋愛中の方もいるのかな。あともしかしたらやや年齢層が上の方がこの1番を選んでいただいている方が多いのかもしれない。というのも、すごくゆっくりとしたスピードで着実に進んでいってるって出てるんですね。でもしかするといわゆる初めての結婚の方とかいるかもしれないんですけれども、再婚の方とかもいるのかなっていう感じです。穏やかに今物事が
進んでいっています。そしてこちらのカードからはですね、今の現状、トラブルとかそういうのが見えない、むしろようやくここまで来たっていうゴールが近づいているような、そういう感じです。片思いの方も、復縁を望んでる人も、なんか約束ができるような感じがしますし、あと複雑な関係の方もようやくゴールが見えてきたっていう感じもする。そしてお仕事で見ていただいている方もいると思うんですけれども、あなたの能力がきちんと発揮できるような状態にも思えるな。就活中の人とかも、なんか希望の企業から連絡が来たりっていう可能性もあるので、私としてはこの今の1番の方の流れは、どんな状況であれ前に進んでいるよっていうことをお伝えしたいですね。そして出会いを求めている人とかも、なんかね、そうちゃんとというか、将来に向かってつながっていくような、そういう出会いもあるんじゃないかなっていうことで、かなり私は今カードを見てポジティブな流れを感じていますね。いかがでしょうか。もうちょっとカードシャッフルしましょうかね。じゃあこちらのタロットでホロスコープ展開法で2月の流れ見ていきましょう。はい、まず一番最初、中心のカードがソードの7が出てます。はい、そしてなんかいいカードが出たよはい、お仕事のところ、ソードのエースの聖地が出てます。いいですね。はい、そして家庭のところがワンドの5のリバース。はい、そしてあなた自身のところがコインの7聖地。はい、そしてパートナー運がワンドのページのリバース。はい、そしてワンドのナイト聖地、月の聖地。世界が出ました。ここね、コミュニケーションとかを表すところに世界か。いいですね。はい、そしてセクシャルなところワンドの4。あとここは税金とかね、不労所得っていう意味もあるんですけれども、いいですね。なんか入ってきそうな気がする。はい、恋愛のところ、赤ちゃんのところに復活のカードが正位置で出てるので、なんとなく復活愛の可能性とても強い気がします。そしてコインの3の正位置が出て、ソードの4の正位置、ソードのキングのリバース。はい、一番後ろのカード何かな。はい、今回はですね、忍者のリバースが出ています。さてこちらのカードも見ていきます。これはですね、アドバイスとか気をつけることということで、今回カードが3枚出ています。じゃあ見ていきましょう。はい、フライパンのカード。何らかのトラブルとか、これは控訴するとかね、裁判の控訴っていう意味もあるカードがまず出て、あとはライオン。とにかく行動しようっていう風な感じ。そしてインクポット。
問題は解決できるというものが出ているので、そうですね、例えば、今、そうだな、一番よくあるパターンが離婚のことで、もしかしたら争ってる方がいるとするならば、それがねきちんと解決ができるよっていうふうなことも思いますし、もしあなたが何かあんまりいないかもしれないんですけど、訴えたい出来事とかあるとするならば、動いてみようと、あなたのプラスの方向になるんじゃないかっていうふうなこと、このカードが出てるからね、ちょっと今控訴っていうふうなこととかも言ってるんですけれども、あとはとにかくいろいろな問題がきちんと解決できるよって、それはあなたの方から動くことによってきちんと平和的な解決ができるということが、まずこちらの3枚のカードが教えてくれています。ということで、はい、流れをね見ていきましょう。1月、先月、見ていただいている今かもしれないんですけれども、今あの人に振り回されていたりとか、何かね、これ全部が全部男性というわけではないんですけれども、男性の上司とか、お相手様にもしかしたらやや振り回されている人もいるのかもしれないというふうに思いました。振り回されるっていうよりは、あの人が冷たいっていう風な感じで、あれなんで連絡くれないんだろうとか、そういう部分が少しあるような気がする。ちょっと待ってくださいね。そうそう、こっち側ではねかなりポジティブなカードが出てたんですけれども、1月の流れを見ているとややもしかしたらこれはね、あなた自身がっていうこともあるかもしれないんだけれども、時間の短縮とか効率性とかを考えるあまりに、やや自分の物差しで物事を考えてしまったりとか、本来優しい人ではあるんだけれども、どちらかというと自分本位になってしまったりっていうことが、もしかしたら1月っていうのは多かったり、しているかもしれない。あとは振り回されている可能性っていうのもあります。ただ2月になると、ここでワンドの4が出ているので、これが、きちんと解決ができるとか、幸せの象徴とか、プラスとマイナスがぴったり合うような、そういう状況になってくるので、いろいろな歯車が正しく動き出しますよと、幸せがやってきますよっていうのが、まずこれ2月で、特にこれ2月の4日からなので、やっぱり1月1番の方もこの節分の後からの流れが本当に明るい未来が、光がやってくるっていう風な感じになってくるんじゃないかなと思ってます。2月の4日から本当に大きな流れが、調和ですね。それがしっくりくるっていう風なものが出ています。そしてですね、ここが、あなたの会社の例えば同僚、部下を表すんですけれども、コインの3の正位置が出ているので、人間関係いいですね。特にここで仕事のところを表すソードのエースが正位置で出ているので、もう仕事運がむちゃくちゃいいです。仕事のやりがいもあるし、もしあなたが新しい何かスタートを切るのであれば、そのスタートはかなりスタートダッシュがいい方向に切れて、やりがいがあって、そして上司との相性も良くて、下の人、横下の人と、あと上の人との関係もすごくいいからですね、あなた自身が上司からすごく慕われてるっていうか、
この人に任せとけば大丈夫みたいな、そういうものがあるような気がするので、2月はとにかく仕事運、人間関係がすごくいいような気がします。ただここプライベートのところなんです。プライベートのところがソードの4、プライベートの友達運、ここがソードの4が出ているので、プライベートの方はやや平行線っていう感じですね。少し休憩というカードが出ているので、今月は忙しいのが恋愛と仕事、それがすごく、活発に動くような気がします。そして恋愛のところ、赤ちゃんのところに奇跡のカード、復活のカードが出ているので、復縁とかまず可能性がすごく大きい。そして白黒がはっきりつくと出ているので、いろいろな恋がポジティブな方向ではっきりしてくるのかなと。あと長い春、今までモヤモヤとしていた人、これは付き合っているのかなとか、この先私たちに何があるんだろうって言った時に、2月がきちんとしたポジティブな、例えば結婚につながるような何かとか、そういう話があるとか、そういうことが出ています。そして赤ちゃんを望んでいる方も、これはね、すごく可能性が高い奇跡のカードが出ているので、なんか2月良さそうな気がしています。そしてなんかね、ポジティブなカードが多いんですよね。そしてここが国内の旅行を、あとはコミュニケーション表してるんですけれども、ここでも世界のカードが出ているので、今ねちょうど水星逆行がもうちょっと始まっている、続いている状況なので、復縁の可能性もすごくあるような気がします。やり直したいという方、チャンスです。ぜひぜひ動いてみてください。そして海外のカードがここなんですよね。国内海外なんですけれども、2月に関してはこの国内の方をおすすめしたいです。海外はね、なんか危険が少し伴うような気がするので、2月はあまりおすすめができない状況です。で、この国内はあなたが今まで行ってみたいと思っていたところがすごく良さそうな気がします。そして今月のあなたの金運なんですけれども、こちら左側のカードがあなたが稼ぐお金、そして右側が不労所得とか、働かなくて入ってくるお金なんですけれども、2月に関してはこの不労所得の方が可能性があるので、例えば税金が入ってくるとか、何らかのプレゼントとか遺産とか、そういうものが入ってくる可能性大です。そしてこちら仕事働く方ではこちら月というカードが出ているので、不安とかが多いと出ているので、思ったよりも2月は自分で稼ぐ収入とかはやや少なくなってしまったりとか、ローンとかリボ払いとかをしてしまうっていう可能性があるので、2月は計画的なお金の使い方をおすすめしたいなっていう感じです。そしてあなた自身が今人生においていろいろ考えている時期みたいです。振り出しに戻って自分の人生をもう一回顧みてみようっていう風な感じ、それがすごくあるので、だからこそなのかもしれないんですけれども、過去に終点がもしかしたら当たる人もいるかもしれない。だからこそかな、なんか仕事の流れとかもこれだけ自分を顧みた上で、これをしたらいいのかなとか、そういうのがあるから、なんかすごくこれだけプラスになってきているのかなっていう感じがします。で、
この1番の方は水星逆行の影響がすごく今受けているかもしれない。だからこそ現状に立って自分の過去を振り返ってみる、それがプラスの方向に働いているのかなっていう感じです。そして復職とかそういういわゆる隠れた仕事って言えばいいですかね、それをされている方は復職とかもかなりこれは利益が上がるような気がするんですよね。で、利益が上がる復職とかは私は不労所得に入るかと思うので、いわゆる不労所得、復職などの金運はいいような気がしています。とにかくね、でそれであとちょっとね気になるところをお伝えすると、そうですね、まずここかな、家庭とか今あなたが住んでいるところ、もしくはご実家の関係がやや口論とかちょっと意見が食い違うっていうことがあるかもしれない。でもね、きちんともし争ったとしても仲直りとかがきちんとできるとは出ているので、そこの部分は大丈夫かなっていうふうに思っています。あとここですごく結婚のカードとか奇跡のカードとか出ているんですけれども、今月2月は結婚の話とかを焦りすぎずに焦りすぎない方がいいかな。このね審判っていうカードはとてもむちゃくちゃポジティブなカードではあるんだけれども、ここの結婚を表すところにワンドのページのリバースが出ているから、話が出てはくるんだけれども、今月は出てきたことが良かったっていうところで終わってた方がいいような気がする。ここ家庭とか実家のところがワンドの5のリバースも出ているので、今月は無理に進めない方がいいのかな、そういうふうにも思っています。とにかくな、仕事の流れ、恋愛がすごくいいかなっていうふうに出ているので、なんとなく、そしてあなた自身にとてもパワーがあるんですよね。なのでいろいろやりたいと思うこと、問題を解決したいと思うことがある方は、あなたから動くことによって今月中に解決がねできていくのかなっていうふうにも思っています。じゃあこちらのカードでアドバイスをね最後に引いていきましょう。こちらのカードも見ていきます。失礼しました。このカードとこのカード、そして2月のあなたにとって何月生まれの方がラッキーなのかというのも見ていきます。はい、じゃあ行きましょう。まずあなたへのアドバイスです。はい、ボヤージュとインプルービングヘルス、はい、これが出ていて、そしてはい、あなたの2月は2月生まれの方がラッキーパーソンというふうに出ています。さて今回旅のカードが旅行のカードが出ていて、ここにね国内旅行で世界のカードが出ているので、私はこの2月は国内の旅行をぜひおすすめしたいかなっていう感じです。旅行に行かれることによってあなたの、健康運がものすごく良くなる、大きな気分転換ができるのかなっていうふうに思います。あとは旅行って基地方位
に行くことがとてもとても大切なんですね。なのでまたこれ毎月毎月変わるんですけれども、あなたにとっての2月の基地方位の方向を例えば見てもらって、そこでいい方位から力パワーを得ることなどもすごくいいような気がします。あなたの健康面だけじゃなくて頭もすごくすっきりして、こう行ってよかったっていうような流れになりそうです。2月はズバリ旅行をおすすめしたいですね。じゃあちょっとこれをねトータルでまとめますと、まず強気な今はこういろいろなことが私はとても、順調に、繰り返しになるんですけれども、こう順調に育っていってるっていう感じがするので、その状態プラスあなた自身がこうやりたいという思ったことを自分の行動で示すっていうことが大切なのかな。こう問題を片付けるんだっていう強さ、その行動があなたをこう結果的に問題を解決してすっきりした状況になりそう、そういうふうに出ています。そして2月の4日から運気は大きく変わっていく、歯車がピタッと合う、そういう流れになりそうです。そして復縁を望んでいる人、ぜひ頑張ってみてください。運気が味方してくれそうです。そして旅行に行かれる際は基地方位に行かれることをおすすめいたします。はい、これが1番の方へのリーディングです。はい、それでは2番の方見ていきたいと思います。まず2番の方の今の現状をこちらルノルマンカード4枚に出しております。じゃあ開いていきますね。さて、家、蛇、ムチ、釜、はい、かなり厳しいカードが2番の方今出ています。2番の方が、私のリーディングでよく複雑な恋愛と出るんですけれども、見事にそういう感じかな。ライバルがいる人、奥さんがいる人、彼女がいる人、誰か一緒に住んでいる人がいるとか、そういうこういろいろな状態が、これはねかなりしんどそうな気がしました。まず出たのが家のカードか、もしかしたらあなた2番のあなたにもご家庭があるっていう人もいるかもしれないから、もしかしたらダブルっていう人もいるかもしれません。そしてライバルがいる、そのなんかこうなんて言うんでしょう、こう秘密に例えばしとかないといけないんだけれども、それがバレてしまったとか、それでもう突然連絡が取れなくなってしまったとか、そういう感じが今この2番の方は私が見る限りは出てるような気がしました。2月ね少しでもいい状況になるといいなと思いながら、じゃあこちらカードシャッフルはしています。じゃあこれを開いていきたいと思います。さあ2番の方の2月の流れどうなっていくのでしょうか。はい、まず出たのがマジシャンのリバース、マジシャンのリバース、はい、そして仕事のところコインの2、聖地、そ
そして家庭のところがワンドの5か、ここね、家庭、家、あなたが住んでいる家を表すんですけれども、争い事というカードが出ています。そしてあなた自身のところがカップの6、お子さんがいらっしゃるのか、もしくはなんかこうあの人をものすごくこう思って懐かしい、再会したい、会いたいっていう気持ちが出ているような気がしています。そしてパートナーのところがソードのナイトのリバース、隠されてるところが世界が出た。なんか解決ができていくような気がするな。そして金運、ワンドのキング、すごいですね。いいです、金運。はい、そしてこれは皇帝のリバースか。皇帝のリバース。はい、そしてソードのページ。恋愛のところがカップの4のリバースだから、なんか流れはやっぱり良くなっていくような気がする。そしてカップの2のリバース。社内恋愛とか案外近い、お相手様がね近い人が多いのかな。運命の輪、聖地が出て、はい、そしてソードのクイーンのリバースが出ました。一番裏のカードが今のところワンドの9のリバースが出ている。これ先ほどカード出していたんですけれども、あなたにとってのプラスのキーワード、そして逆に気をつけたらいいことということで出しています。さあ、どういうカードが出ていますでしょうか。はい、おっとすごいですね。ここどこか運命の輪が出てましたよね。どこだったかな。ここか。ここに運命の輪が出ていて、そしてここもね、なんか運命が動き出すよっていう風に出ていますね。よかったですね。はい、そしてここがね、リボンのカードなんですね。髪の毛の飾りという意味で。この2番の方にお伝えしたいのは、髪の手入れ、髪型を変える、美容室に行く、こうシャンプーとかトリートメントを変える、ヘアアクセサリーに凝るとか、なんかそういうのがあなたの2月の運気をアップしてくれるというふうに出ています。そして、それがきっかけで運命も前にポジティブに動いていきますよって出てるので、この辛い状況からは私は前向きの流れが今感じられて、まず良かったなと思っています。さて、今、2月の流れで出ているんですけれども、1月、先月ですね、ここにソードのクイーンのリバースが出てるんです。で、先ほど、ここでトラブルとか、なんか突然例えば連絡が取れなくなったとか、バレてしまったとか、そういう人がもしかしたらいるのかなと思ったんだけれども、ちょうどこれがね、今始まったとか1月から始まったっていう方が多いのかもしれません。お相手様の彼女とか奥さんとか、なんかすごく怒らせたら怖いですし、何をするかわからないっていう状態が1月で出ているので、この方が何かあなたとお相手様の間に動いてきた可能性があるのかな。ここからのがなんかトラブルの原因だったのかなというふうに思いました。ただ2月、ここで良かったですね。ソードのページが出ているので動きがとても早いカードです。知性のカード、これ風を表すカードなんですけれども、特に2月の上旬から物事がサクサクサクって進んでいくって出ていて、そしてあなたの方にいい情報とかい
いい知恵とかをが入ってくるっていう風な感じなので、今何かトラブルの真っ最中だったとしても、この問題がきちんとあなたの頭の良さ、アドバイスによって解決ができていきますよって出てるので、2月の上旬にはかなりプラスの方向にと動き出すような気がしています。そしてちょっと待ってくださいね。ないと、そうだな、恋愛のところ、恋愛のところがね、カップの4のリバースが出ているので、2人の関係がさらにまたこう新しくお互いがなんか求め合うとか、新しいこう刺激とか新しい関係性っていうのが出てるので、やっぱりこう辛い状況からは前向きになれるというふうに出ています。ただ気をつけていただきたいのが、もしあなたに家庭があるとか誰か一緒に住んでいる人がいるのであれば、ここが争いのカードが出ている状況なので、何かこうちょっとしたことから大きな喧嘩になってしまったりとか、いざこざが絶えなかったりっていうことで、あなたの住んでいるところ、あなたの家がやや心がこう落ち着かない状態になるかもしれません。もしあなたが一人暮らしだよっていう方は、実家との関係、あとは近隣の人との関係にお気をつけください。そしてそうですね、あなた自身を、表すところにカップの6が出ているので、これ仲直りとか再会、そういう意味があります。そしてとてもあの人を恋しがっている、その願いは叶うでしょうというカードなので、私は復縁とか再会とか仲直りできるかと思います。これ赤ちゃんとか子供を表すカードでもありますので、あなたがもしあなたにお子さんがいるのであれば、子供のこと大切に思っているというカードかな、そういうふうに思います。そして隠されている出来事にここ世界の聖地が出ているので、ここは12番目の部屋なんですね。隠されているところに世界が出ましたので、もしかするとまだ今の現状は解決に動いてないような、なんかどこがどういうふうに動いてるんだろうっていうのがわからないかもしれないんだけれども、水面下ではきちんと解決の方向に向かっているし、2月中にお二人の関係はものすごく正々堂々とした形での仲直り、お互いに話をきちんとできる状態での仲直りというのが私は感じることができました。そしてここ友達とプライベートな友達を表すところに運命の輪が出ているので、どの年代の方でももしかしたら懐かしい友人とこの水星逆行を生かして連絡を取り合うっていう人もいるかもしれません。あとは素晴らしい友人に巡り会える人もいるかもしれません。あとはここ運命の輪っていうと、ホロスコープでいうと木星を表しますので、木星は大幸運です。なので今回のこのいろいろな幸運が、もしかしたらこの復縁とかも含めてこの友達が間に入ってくれて、そこからきっかけが生まれるっていう人もいるのかなというふうに思っています。あとは仕事があとは仕事のところが、あなた自身もしかしたら2つ以上仕事をしていたりするのかなっていう感じがしていて、
両方ねこれ2のカードが出てるんですよね。まずこちらのカードはあなたにとっての部下とか同僚を表すカードが出ていて、ここねカップのカードが出ているので、お互いにいいとは思い合ってるのかなって感じがするんだけれども、素直になれなかったりとか、なんとなく寂しい思い、疎外感っていうのが今月は出てくるかもしれません。これが同僚とか部下の人。そして上司との関係がコインの2なので、ちょっと安定性がないっていう感じかな。もしかすると気分屋の上司とかそういうのもあるかもしれませんし、あなた自身も仕事のやりがいがなかなか見出せなかったりっていう部分があるかもしれません。マンネリっていうことも考えられるかな。そういう部分が少しあるのかなというふうに思っています。ただ今月のあなたの金運ですね。この左側のカードがあなた自身が働いて得るお金、そして右側のカードがあなた自身のこれ不労所得、なんか税金とか、例えば働かなくて入ってくるお金とか、あとはそうですね、保険金とか遺産とかそういうのもあるんですけれども、今月はこの働いて得るお金がものすごく強く出ています。なのでかなり稼げる状況だと思います。ただいろいろな、このね土地を持っているとか、そうですね、株をしているっていう風な方とかは今月はやや低調かなと。むしろもう少し情報を収集した方がいいですっていう風に出ているので、いろいろ動かすとかっていうのはおすすめしない状況ですね。はい。ちょっと待ってください。ごめんなさいね。これね、ここが3月だったから、ここだ。失礼しました。もう一回ちょっとね、お話をさせてください。これは左側は働いて得るお金、そして右側は不労所得。いや、これ両方いいです。両方いいです。両方いい。だから今月の金運はむちゃくちゃいいと思っていただいていいです。頭が冴えまくってるし、投資とか株とかもうまくいくような感じです。すごくいいかと思います。あとお伝えできるのが、今月の旅行運はあんまりかなっていう感じなんですね。左側が国内、右側が海外なんですけれども、どちらも今月はねあんまり良くないかな。おすすめができない状態なので、これは2月に関しては静観するっていう感じの方がいいかなっていう感じですね。おすすめできるところがあったらねおすすめしたかったんですけれども、これは国内海外ともに2月は様子を見てくださいっていう風な感じが出ています。そしてここマジシャンのリバースが出てるんですけれども、水星逆行がややネガティブな方向で情報がうまく届かないとか、メールがうまく送れていなかったとか、そういう可能性があるので、とにかくコミュニケーション、そこは気をつけられていた方がいいかもしれません。あとはお伝えできることはかなりね、金運とかもすごくいいし、ただコミュニケーションに気をつけてねっていうことと、旅行が今月はおすすめできないかなと。あとご自分の家の中の関係も気をつけてくださいねっていう風な感じです。じゃあ今からアドバイスを引いていきたいと思います。今度はこちらのカードです。さて、あとは2月のあなたにとっての
何月生まれの人がラッキーなのかというのを見ていきたいと思います。はい、これかな。じゃあアドバイス開いていきます。ビューティー、テイクアクション。はい、そしてこれが9月生まれの方があなたにとっての2月のラッキーパーソン。そうですね、ここのねアドバイスと一緒に見ると、やっぱり美しさとか美容とか髪の毛とか、そういうところがね今月はやっぱりあなたの運気をアップしてくれるものなんだなと。特にやっぱり髪の毛がやっぱね強調されてるなというふうに思うので、髪型を変える、髪の毛を常にツヤツヤサラサラにするっていうのもいいかもしれません。そしてとにかくもう動こう、アクションしようという風な前向きな、とてもポジティブなカードが出ていますね。なので今回私は、まとめますと、2番の方がかなり恋愛面とかでかなりこれ辛い状況に今なってるかなって思ったんだけれども、まずは自分の外見も含めてなんて言うんでしょう、気分転換も兼ねていろいろケアをされていくとまずいいのかなと。まずそこをねぜひ頑張ってみてくださいっていうふうに出ています。そして1月まではやっぱり辛いんですけれども、2月の早速上旬、もう節分がちょうど来た後ぐらいかなって思うんですけれども、バレンタインぐらいまでにはいろいろな物事が解決できているだろうと、そういうふうに出ています。9月生まれの方もラッキーパーソンですし、今月のあなたにとってのお友達があなたの恋愛のことも含めて幸運を呼んでくれるような、そういう感じがいたします。とにかく動こう、前に進もうっていうのがポジティブなメッセージとして出ていますので、どうぞどうぞ前向きに頑張っていけるのかなっていう感じです。はい、これが2番のあなたへのメッセージです。はい、それでは3番の方見ていきたいと思います。はい、じゃあ今の3番の方の状態をこちらルノルマンカードで5枚で出しております。じゃあ開いていきます。はい、出たカードがまず本、そしてあの人のカード、月、あなたのカード、怒り、すごいな。はい、ものすごく分かりやすいカードの並びですね。もしかしたらあなたとお相手様は秘密の恋、人に言えない関係をしているのかもしれません。でもここにあなたとお相手様のカードも出ているので、お二人がもう恋愛をしていて、それも随分長い間経っているのかな、長いお付き合いなのかなっていう感じがしています。シングルの不倫、もしくはダブル不倫、そういう、あとはそうですよね、パートナーがいるとか年齢差があるっていうことも考えられるんですけれども、もうしっかりと愛し合っている。ただ周囲には、秘密にしているっていう、絶賛恋愛中というカードが見えました。片思いには見えないんだけどな。もうお互い愛し合ってるとか思い合ってるっていう感じが出ているので、いやかなりすごいです。もうひっそりと愛を
こう育んでいってる、そういう風に感じました。じゃあ今からこちらのカードシャッフルはしています。はい、じゃあ2月の流れ見ていきましょう。はい、まずはすごいはい、象徴カードコインの9、聖地、そしてお仕事のところがソードの5のリバース、はい、そして家庭のところワンドの2のリバース、あなた自身がワンドの9リバース、結婚とかパートナーのところが世界のリバース、隠されているところコインの5ですか。金運がワンドの4、いいですね。はい、コミュニケーション国内旅行今月いいです。そして税金関係、はい、こういうのも良さそうです。恋愛が月のリバース、やっぱりね三角関係っていう風には出ています。そしてタワーがここに出ましたね。仕事の同僚の人とか、あとはあなたの健康運が今月タワーが出てるので、気をつけてくださいね。後ほどお伝えします。プライベートの友達コインのキングいいです。海外のところがワンドの5のリバースか、今月は国内旅行がいいですね。はい、一番裏のカードがソードのクイーンのリバース、お相手様のパートナーを表すのかもしれません。そして先にこちら象徴のカードというかアドバイスとしてプラスマイナス、そういうものがあったら教えてくださいとして出してます。さあ出たカードが男の人のカード、そしてテーブル、これ仕事のことなんですよね。仕事上で出会う人があなたにとって、これは私はプラスとして今回出しました。なのでちょっと今回ねここにもね男の人、あの人のカードが出ているし、これもあの人として見ていいのかなっていう感じがするので、後ほどお伝えをしたいと思います。じゃあまずこの2月の流れというのが、両方ねこれペンタクルコインのカードが出てるんですけれども、大きな達成とかこう表彰とか生み出す力とか受け取るっていうのが今月出ています。特に金銭的な喜びもすごくあるのかなっていう感じです。そして2月のこれページ、コインのページが出てるから、あなたにとって2月の運気良くなるんですよ。運気は良くなっていくし、どんどん道がこうゆっくりと開けていく感じがする。ただコインだから2月の中旬以降かなっていう感じです。動きはスローリーでも少しずつ開運の方向に向かっていくっていう流れが出ています。で1月がこちらワンドの5のリバースが出てるので、なんか喧嘩とか争いっていうのがもしかしたらどなたかとあったんでしょうか。私はお相手様との間では見えなかったんですけれども、ちょっとあなたの心がざわざわざわってしたりとか、誰かの一言がすごく気になったりっていうのが1月中にあったかもしれません。でも2月の中旬以降にいろいろなことがこう解決の方向に向かっていくというふうに出ています。そして、気になったのがここかな。とにかく、仕事の同僚とか、あとは部下の人との関係が
何らかの突然のトラブルとかアクシデントっていう可能性があります。そしてここはあなたの健康運を表すところでもありますので、もし例えばね、入院とか手術とかする方いらっしゃるのかもしれません。あとは事故とかそういうものにもとにかく気をつけて、時間に余裕を持って過ごしてみてくださいっていうことをまずはお伝えしたいです。そして、恋愛とパートナーのところ、恋愛には三角関係というカード、そしてパートナーとか結婚のところには世界のリバースが出ているので、今の状態が2月もこれは継続っていう感じかと思います。どちらかが例えば離婚するとか白黒がつくっていうことが2月はまだないようですっていう風な感じです。そしてですね、今月の金運がすっごくいいんですよね。ここに、コインというね、コインの9という達成のカードが出ているんですけれども、左はあなたが稼いで得るお金、右側は働かない不労所得。これね、どちらもいいんですよ。非常に今月はプラス黒字傾向になりますし、いろいろ、例えば株をしている人とか、例えば国からの何かが入ってくるとか、遺産が入ってくるとか、そういう可能性もあるので、自分で働く側でも不労所得でもどちらでもポジティブな流れになっていくというふうに出ています。ただここか、隠されている物事のところでコインの5が出ているので、何らかの心配とか金銭的なトラブルの可能性もあるかもしれません。だからここね、コインというと慎重なカードなので、今月はいろいろなものを動かさない方がいいような気がします。動かしちゃうと少し不安定な流れになるような気がするので、今月はキープ、それで現状維持っていうことをお勧めしたいな、そういう感じですね。そして今月の仕事の流れ、仕事の流れ、上司との関係なんですけれども、やや、この上司という人が少しずるい人かもしれませんね。部下のなんて言うんでしょう、できたことは取ってしまうっていう人とかがいるかもしれませんし、罪はかぶせるっていう人がいるかもしれません。そういう意味では、上司という人をあんまり信頼できないっていう風な感じになるかもしれません。あと今月のあなたの仕事運自体もやや金運はすごくいいんですけれども、やりがいが見出せなかったりとか、そういう部分があるかもしれません。なので金運はいいんだけれども、上司との関係、部下との関係、そこで心をやや疲れてしまう可能性に疲れてしまう可能性もあるのかなと。だからこそでしょうか、今回はここですね。ちょっと待ってくださいね。今回左が国内旅行、右が海外なんですけれども、今回はもう国内旅行をおすすめします。そしてこれが癒しのカードが出ているので、ゆっくり温泉などに使ってっていうのをおすすめしたいです。そして旅行に行くときはできるだけ基地方位、ここに行かれた方が幸運を呼ぶことができるので、基地方位をと時期をと場所を調べた上で行くことによって、よりプラスのエネルギーを得ることができますので、ぜひ基地方位旅行はおすすめしたい感じです。そうだな、あとここがいいですね。
あなたにとってのここプライベートな友達運がすごくいいです。このね、もしかしたらこれかな、あなたの、プライベートな友達の中に、異性の友達とか男性の友達とか、この人がすごくあなたの力になってくれるっていう感じがしています。あと、ここでねテーブルが出てたんですけれども、確かに人間関係はいろいろきつそうな気はするんだけれども、自分の場所をしっかり確保するためにも、ぜひ仕事は頑張ってねと。頑張ることによってあなたの場所とか、あとはあなたの2月の運気がどんどん上がっていくというふうに出ています。だから、もう本当になんか安定感がすごくあるカードかなというふうに思っています。じゃあ今からこちらのカードでアドバイス見ていきましょう。はい、まずこちらのカードと、はい、こちら。あとは2月のあなたにとって何月生まれの人がラッキーパーソンなのかというのも見ていきたいと思います。はい、じゃあこちらですね。はい、開いていきます。あなたへのアドバイスです。はい、コンパッションと、あと健康のカード。はい、そしてジュライ、7月生まれと出ています。そうですね。まずここで思いやりか。今回ねこの絵から感じたのが、あなたの心をまず自分で大切にしてあげるとか、自分で認めてあげるっていうことかな。そのことによってあなた自身の健康とか精神的なものもすごくクリアになるというか、自尊心とかがしっかり満たされる、そういう状況になるのかな。なんか自分自身で自分のことを褒めてあげる、自分に愛を与えてあげる、それを大切にしてください。そうすることによって先ほど、出てた健康のところのタワーがもしかするといわゆるどんどん癒されていくかもしれません。何らかの過去のトラウマが出てきたりしたとしても、あなた自身が自分でしっかり愛する、癒す、それができるような気がします。あなたならできるって感じかな。そしてここに7月のカードが出ていますので、3番のあなたにとって2月のラッキーパーソンは7月生まれの方というふうに出ています。じゃあ今回まとめ、になりますと、今あなたは秘密の恋愛中、それがもう本当にすごく落ち着いている、そういうふうに出ました。で出たんだけれども、何らかのあなたのちょっとした心の傷というのが1月中に受けた、なんかの言葉を忘れられないとか、そういう風になってるんだけど、2月の中旬以降、バレンタイン過ぎたぐらいからあなたの運気は少しずつ上昇気流になっていくような気がします。仕事の人間関係はいろいろ辛いことが多いかもしれませんが、プライベートな友達、特に異性の友達があなたの助けになってくれる、そういう感じがしています。そして自分を愛することを忘れないでください。今月は海外よりも国内、
癒しの旅、温泉の旅、基地方位の旅をおすすめしたい、そういう風に出ています。はい、これが3番のあなたへのメッセージです。